で今勝ってる人誰もいないんで、僕には MO だからって寝転んでたわけじゃなくて、多分ディレクションよりも何よりも衣装にこだわるんですよ。これはちょっと綺麗事かもしれないですけど、女が笑ってれば世界は平和ですから、マジで。Hello 皆さん、ジンラブジョイです。今回の With Love and Joy のゲストさんはこんにちは、監督さん森です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、ずっと YouTube コメントで海外の方からずっとサモアリ監督インタビューしてください、Twitter のリンクも入れてくれたけど、そう海外のファンめちゃくちゃ多いです。外国の方のファン多いっぽいかもしれないです。もしかしたら、日本の人よりもしかしたら僕のやつ見やすいかもしれないですね、外人の人の方が。なんていうかわかんないですけど、聞きたかったけど、いや理由がある。多分海外の方には多分ない感覚の映像だろうなって思うんで、やっぱコンテンツだとちょっと偏った性が多いじゃないですか。やっぱその SM だったら SM だし、攻めるなんかそういうものが多い中、ちょっと僕のはふわっとしてるんで、一番一般の層の人が見やすいもんなんじゃないのかなって。で多分海外にはそういう作品があんまりない、ちょっとフェチズムがきつかったり、マニアックが行き過ぎてるものが多い印象あるんで、合ってます。だからちょっとライトなものっていうのが多分少ないから、向こうの人とか興味が湧きやすいのかなと思いますね。合ってると思います。あと俺もともと2年後ぐらいに日本じゃなくてベースをオランダ、ドイツかオランダにしようと思ってるんですよ。なんで海外の人をすごく意識して作ってる部分はぶっちゃけあるんですよ。だから音楽とかもちょっとおしゃれにしてたりとかって、海外の全部結構おしゃれに作るじゃないですか、だったりとか、日本ってやっぱテラスハウスしっかり相乗りとか、そういうなんか密室芸がやっぱうまい国だと思うんですよ、映像として、なんでそれを向こうにエロとして定着させたかったのもあったんで、それなんかお泊まり訪問とか、あと一般の家庭みたいなのをテーマにして作ったりはしてたんで、向こうの人にはちょっと見やすかったりするのかなと思います。でもいいですよ。洋品とか撮ったことありますか、そのモザイクなしのもので。ない海外はまだやったことないです。日本に住んでる以上あんまりねやらない方が良さそうな感じもするんで、基本的にはまだやってないですけど、海外は常に目指してますね。でも本当はもともと今は日本でフリーの監督でさせてもらってるんですけど、コロナになる時にちょうど独立しちゃって、今もともとワープってメーカーいたんですよ。大好きです。そうですよね、今出てますよたまに。そこにいた時にもう独立したらすぐドイツ行こうと思ってたんですよ。でも向こうにベース組んじゃおうと思ってて、もう行く準備もしてて、そしたらコロナになっちゃって行けなくなっちゃったんですよ。とりあえず当分そっちのビザを下ろさないって向こうも言い切っちゃって、こっちよりもシビアなんで向こうの考え方が、そんないきなり現れた日本人になんか取れるわけないな。取れる？いや取れたとしてもビジネス化しづらいなと思ったんで、なんかそれもったいないなと思ったんで、ちょっと一回行くのやめて、日本でもやりたかったことが何個かあったんで、風俗プロデュースするとかで、それがそっちの方にシフトしました。今フリーの監督と風俗プロデュースみたいな感じに力、とりあえずこの2年ぐらいは入れようかなと思ってますね。でもこれからそういうドイツ行ったりするの？行コロナ落ち着いてから。行きます。もうそういう準備はしてるんですけど。ちなみにどうでもいい話ですけど、私のパパはドイツ人なので、ぜひ行ってます。ドイツやっぱちょっと国ですよね。ドイツいいですよね。エロのなんか一番いい国かなと思いますけどね。狙いたい国というか。ドイツは行ったことないです、一回も。一回もないです。ないのに行こうと思って。いやでもドイツの写真、ドイツ写真とかドイツアートはもともとずっと好きだったんですよ。なんで肌質というか感覚的にもドイツが一番、フランス住んでたんで、フランス、オランダ、スペイン、ドイツ以外のヨーロッパは結構行ったんですよ。なんかドイツだけ行かなかったんですけど、次狙うはドイツかなと勝手に。FKK があるからですよ。行ってほしいです。FKK がやっぱ世界で一番の性的なマーケットというか、なんかちょっと一番面白いアトラクションだと思うんですよ。じゃないんですけど、性のことをやる上で一番面白いものだなと思ってて、それがある国ってやっぱちょっと興味湧きますよね。それだけかな、理由としては。それぐらいかもしれない。いいです。でもぜひ。ぜひ。で、いつからこういう性に目覚めたっていうか。性の目覚めはなんかいろいろあるんですけど、昔一番最初初めて付き合った彼女が同い年だったんですけど、の初彼氏が10個上の男性だったんですよ。でその次が僕だったんですよ。で僕はこういう経験がなくて、その子といたした時に全然満足させられないじゃないですか。そこでちょっとトラウマになっちゃって、なんていうの、そこのための勉強とか、その子を満足させるためにいろいろ情報とか勉強とかめっちゃするようになって、そこからですかね、いろんなものに興味が湧き出して、あともともと僕ファッション系にいたんですよ。ファッション系にいて、気持ち悪い話なんですけど、当時の先生に19だったかな、先生に「君はバイなの？ゲイなの？ストレートなの？」って聞かれたんですよ。で即答はできなかったんですよ、分かんなかったんで。もう彼女はいますって言ったら「じゃあ
ゲイではないんだみたいな、バイかストレートか分かんないんでしょって言われて、言われてみたら分かんないですねって言われて、一回体験した方がいいんじゃないって言われて、その次の日に新宿の2丁目に行ったんですよ。で男の人としてみたんですよ。意外と嫌いじゃないなと思って、そこから、知らないことをいろいろやってみていくうちにどんどん好きになってって、そこから留学とかもしたりとかしたんですけど、帰ってきて、ハプニングバーとかで働いてみたりとか。行ったんじゃなくて働いてました。素敵。俺なんなら長かったですよ。渋谷のハプニングバーも働いてましたし、新宿も働いてましたし、上野のハプニングバーも働いてましたね。多分日本で一番ハプニングを起こした店員だと思いますよ。なんか当時は、今はもう全然違うシステムが違うんですけど、昔は店員がハプニングを起こさなきゃいけないっていう時期があったんですよ。本当に自分から言って、見てる方がどれだけ僕の情報あるか知らないですけど、僕は結構男のみたいなのが割と主流なんですよ。理由もハプニングを起こさなきゃいけないんで、でもいきなりくださいって言ってできるわけないじゃないですか。ウォーミングアップ。そうだったら触ってくださいって言ったら大体触ってくれるんですよ。そのハプニングバーとか来るような女性はちょっと面白いじゃないですか。ぐらいだなみたいな、触ってくれる人が多かったんで、これはいいなと思ってやってたんですよ。そしたらどんどん結構好きにもなったし、最終的になんか女王様みたいな人がいて、知らずに触ってくれませんかって言ったら、触ってあげてもいいけど安全ピンに刺させてって言われたんですよ。冗談だなと思ったんで、全然いいですよって言ったら刺されちゃったんですよ。そこから感度上がって、で今監督ですね。だから面白いなと思いました。お気に入りのエピソードですこれ。だからそこからなんかちょっと物を取ったりとかするようになってたって言えばいいのかな、わかんないですけど。本当に日本に来た時になんか男性が触るのが好きってすごいびっくりした。触れる？触られる？海外で、アメリカで来たことないし、今までも海外のファンから本当に気持ちいいんですか、男性のファン。私信用してくれない。女性だとありえるけど男性は絶対ありえない。外人ですか？外人さん。もう全然ダメですねそれ。いや普通に気持ちいいんじゃないですか。だって女の人気持ちいいですか？最初から気持ちいい。最初から好きでした。別にその性とかこんなこと言うと気持ち悪いですけど、男の人とした時期があったんで、やっぱ男同士だったらやっぱやるとこがポイントが少ないじゃないですか、男と女よりも。だから結構を責めるっていうのは結構普通だったんですよ、ずっと。で多分ゲイカルチャー、海外でもゲイカルチャーは多分責めとかは多分あるはずですよ。あるはず。ゲイものはぶっちゃけ撮れる絵も少ないですし、ゲイビデオだとそれもあるから多分あるはずですよ。別に割と自然には好きになりましたね。でそこからなんか監督になって、で僕は結構割と MO なんですよずっと。でもちょっとコンプレックスなんですよ MO って。いや別にかっこよくないじゃないですか。いや私結構 S なので。いやでもそうやって言うんですけど、女の人ってみんな。でも S と M の男が並んだ時に絶対モテるのは S の男なんですよ。一般的に。そうなんで S にちょっと憧れてたんですよ。今でもちょっとそこ憧れはあるんですけど、今までも今ずっとあります。で最初は S 系のっぽいの撮ってたんですよずっと。でも全く売れなくて、で当時ワープの社長に「お前才能ないからやめろ」って言われて「売れないからやめろ」って言われて「かっこつけて撮ってるから売れねえんだよ」って言われて「分かりました、じゃあちょっと自分のちょっと好きな性的なやつをやります」って言ってやったら、それがどっかん売れちゃったんですよ。で売れて、やっぱそういう自分のちょっと癖じゃないものをやっても数字って本当反映しないんだなと思って、だから監督の時はもう一言も喋らないんで現場で、もうずっとピリピリしてる系な雰囲気を装ってかっこいいじゃないですか。そういう監督たまにいるじゃないですか。ちょっと足組んでカメラこうやってみたいな感じしてたんですよ。全然でもそれだと面白くなくて作品が。やっぱ地上の時はそういう撮り方しちゃダメじゃないですか。やっぱ女の人がメインであって女の人が楽しいっていうことを提示してあげることが地上ディレクターの役割と思うんですよ。動くのは僕じゃないんで、だから女の子が現場でキャピキャピ楽しいって言っててものがいい作品になると思ったんですよ。だからその地上取り出した時も楽しいな現場、女の子がはしゃいでる姿ってやっぱ嫌いじゃないなと思ってずっとディレクションも180度変わったんですよ、現場の空気も。そこからなんか数字結構出るようになったし、自分が好きだしやっぱり結構見てても楽しいし撮ってても楽しいし、いいことばっかだなと思って SNS とかもなんかちゃんとやるようになってって感じです。多分見てる人だと分かんないと思うんですけど、地上もんと小悪魔地上もんってあるじゃないですか、ってあるんですよ。多分分かんないかもしれないです。見てる方とか、外国の感覚だともしかしたら分かんない。地上の言葉ない英語でですよね。自然な言葉ですよね。地上と小悪魔地上もんってあるじゃないですか。多分違いって何なのって多分思ってると思うんですよ。平たく言うと地上はお姉さんっぽい人が攻めるみたいな感じで、小悪魔地上はちょっと女子高生とかちょっとロリータ幼い感じの子が
が攻めるみたいなのが小悪魔知女みたいな感じなんですよ。年齢で分けて。そう、なんで、まあ、僕はどちらかというと知女はまだやっぱ M の血があって、例えばジェーンさんみたいな感じのお姉さんみたいな人に攻められるのはちょっと怖いんですよ。本当？楽しませてあげられるかなみたいなとか、ちょっと警戒しちゃうんです。怖い、ちょっと怖いに近い。でも小悪魔だったら今あるもそうだし、自分のツイッターがなんでこんな伸び、まあ今はヘボいですけど伸びたのかなと思った理由の一つとしては、MO だって逆転したいんだぜっていうのが俺はすごくあるんですよ。MO だからって寝転んでたいわけじゃなくて、MO でも女の人に気持ちいいって言ってもらいたいんだみたいなのがあって、そこをなんかどううまく描くかっていうのが今もずっと試行錯誤してるんですけど、MO っていうとちょっと痛いものとか我慢するとか、女の人を全て耐えるみたいな感覚ちょっとあるじゃないですか。例えばピンヒールで踏むことが知女っていうか MO だと思うんですけど、俺はそうじゃなくて MO っていうのはなんか男らしく生きることからの解放なんじゃないのって思ってるんですよ。日々しんどいんですよ、男らしく生きることを求められてる男性は。多分日本の男性もそうだし、多分世界の男性がそうなんじゃないかって思ってるんですけど、だから別に僕らは痛いことを我慢して蔑まれたいわけじゃなくて、感じてることを可愛いなって言ってもらえることがなんかちょっと M プレイなんじゃないのって思って作ってるのが、多分今までの作り方には多分あんまなかったんだと思うんですよ。作ってる側ってみんな M じゃないじゃないですか。あれも本当にイラついてて、いや M じゃない人が M なもの作らないでよって思っちゃうんですよ。もうだって変な情報を蔓延しちゃうし、だからが変な教科書みたいな感じで言われちゃうんですよ。その知識ない人間が作るから、好きな人間じゃない人間が作るからなんか変に蔓延しちゃうから、もう好きな人だけが作った方がいいよと思うんで。そう思ってるけど、よく監督がメーカーから仕事いただいて、もう僕が別にこの製品じゃないんですけど仕事だから取れないといけないって。もう取んなよと思いますよね。本当にで、小悪魔ってもうここははっきり言っていいし、これ載せてもいいですけど、小悪魔知女もので今いる監督で勝てる人誰もいないんで、僕にはものもだって僕ちゃんと好きで作ってるんで、それは絶対に勝てないですよ。なんかいろんな人がとか撮ってますけど、ものとか小悪魔ものとか撮ってますけど、絶対1ミリも負けないです。いやだってこれは本当そうですもん。だってちゃんと自分は好きだし、常に研究もしてますし、こういうものがいいと思ってる自分の理想がもう頭にあるんで、それってテクニックで補うもんじゃないんで、感情のものなんで、だからまあ絶対負けないと思いますよ。それはうぬぼれてるわけではなくて、勝つ負けって言っちゃうとじゃあおかしくなるから、多分僕よりエロいものは多分誰も取れないと思いますね。いやかっこよくないですか？普通ですよ。かっこいいと思うよ。本当ですか？だって俺太田幹也君大好き。俺も大好きなんですけど、憑依とか、あれ難しい感じですけど、だからああいうドラマものっていうか、ああいうドラマで勝てる人多分誰もいないと思うんです。で彼は本当に好きじゃないですか、あの世界観が。まあだからそこに勝てる人は多分いないと思うなって思っちゃうし、やっぱってマイノリティなものなんで、そういうちっちゃいファンが集まっていって集客が得るというか好きになっていくものだと思うから、多分そういうジャンルは好きな人には絶対勝てないと思いますよ。監督のなんか魂とかなんか愛入ってるんじゃないですか。それ作る時に仕事だから仕方ない取れないといけない。たまに現場で監督こういうもの好きですか？いや僕こういうフェチ全くないんですって本当にいい作品撮れるってちょっと疑問たまにあるんですけど。いやだからちょっとビジネス化しすぎちゃってるんで。それはそれで悪いことじゃないんですけど、でもまあ絶対に取れてないんじゃないですか、多分ですけど。だからそういうもの見ますけど、いろんな人の俺は五右衛門さんっていう監督のものは好きですけど、でもそれ以外の人のものはものじゃないですから、ただに手を置いてるだけのビデオっていうことなんだと思ってるんで、まあ好きじゃない人が撮ったところでどんなものでもそうなんじゃないですか。それは別にとか言わずに、やっぱ好きな人が撮ったものとか作ったものがやっぱ一番説得力と信用があると思うけどなって合ってますと思いますよ。単純にそれがただのだけど、意外とちゃんと好きな人が撮った方がいいというか、自分ががっつり失敗してるんで、私が好きなものフェチ、この台本とかこのシチュエーションが好きであれば絶対いいもの撮れるけど、たまに私あんまりこれ好きじゃないですごい申し訳ない。それ発売される時に嘘ついたファンにとかユーザーに、まあ嘘はでも俺のなんか変わってるところっていうか、ちょっとへにくれてるところは別に嘘でもいいなと思ってるんですよ。これも別に言ってること全部嘘かもしれないじゃないですか。分かんないんで、それをなんか騙せれば別にいいのかなと思って。かっこいい。だから演技力で。だから僕結構ドキュメンタリー系のってよく言われるんですよ。でも俺ドキュメンタリーなんてマジクソほど興味ないんで。本当？ドキュメンタリーなんかなんでいいのって思っちゃうんですよ。いや私結構好き。いやまあ好きな人いるのは分かるんですよ。でも撮ってる上ではどうでもいいしって思っちゃうんですよ。だからだってエロい方がいいでしょって思っちゃうんで、だから逆に僕それよりも今日の女の子の衣装完璧だなとか、この肌の色とめっちゃ光合ってるなとか、形が綺麗だなとか、そっちばっかですよね、目いってんのって。だって今の
なんかにドキュメンタリー撮れるわけなくないですか？だってルールめっちゃあるじゃないですか。裏側とか言われるんで、裏側もクソもないですよ。裏側もクソもないんですよ。だって今3日前に台本提出しなきゃいけないじゃないですか。でそのルールは別に素晴らしいと思うんですよ。トラブルがない、女性が不快な、練習もできるし、そう女性が不快な思いしなくていいと思うんで、でも結局このシーンはこう最初に、ちゃんと説明もしなきゃいけないじゃないですか。そんなもんにドキュメンタリーなんかなるかと思いますよ。なる。いやでもドキュメンタリー好きなのって作ってる側だけっすよって思っちゃうんですよ。俺は見てる側はそこにそんな感覚ない。だから俺はテラスハウスが一番好きなんですよ。ドキュメンタリーというか今の世の中のルールとしてのドキュメンタリーとしてうまく芯をついてるというか、ドキュメンタリーくだらないと言いながらもドキュメンタリーらしさっていうのは必要だと思うんですよ。ものを見る上ではぶっちゃけ5分でいいんですよ。5分間これはこういう物語なんだなっていうドキュメンタリー描写があって、そこからドラマに切り替わるじゃないですか。テラスハウスって見たことあります？カメラが最初手持ちっぽい感じのカメラなんですけど、そこからドラマっぽいカットに変わっていくんですよ。で最後終わる方で途中合間に時計の描写とか食事する描写とか入れてドキュメンタリー感を保ちながら綺麗な男子と女子の恋を見せるっていうものじゃないですか。俺見た時に天才だなと思ったんですよ。これでいいんだと思った。要するにドキュメンタリー描写って多分ぶっちゃけ面白いことが起きないんですよ。だってそんなだっていきなりだって僕と多分ジェンさんも今日会って、いきなりそんなめちゃくちゃ面白い話を意気投合なんかできないじゃないですか。いきなりやろ。でもさってそれじゃないですか。だからそんなの生まれるわけないんですよ、ドキュメンタリー性なんて。でも最初の3分ぐらいだったらちょっとあるんですよ、ドキュメンタリー性って。あれ初めましてみたいなちょっとそういうなんとかそこまでですよ。だから3分までオープニングまでそうって思ってるから、僕はドキュメンタリー性は全く求めてないというかもうそれよりも可愛い女の子が可愛いはしゃいでる姿が最高みたいなだから撮ってるシリーズでお泊まり訪問みたいなやつあるんですよ、結構他のプロデューサーとかもドキュメンタリー監督ですよって言われるんですけど、全く興味ないですよ俺、すいませんいつも言ってます。それはちゃんと言います。全く興味ないです。でもドキュメンタリーっぽく作ってますみたいな、それが一番エロいですよ。だって昔はですよ、そうやって言うとよくないのかもしれないですけど、でも今ってだから嘘ついてんじゃないですか。ドキュメンタリーって言っちゃうことがそもそもの嘘じゃないですか。嘘でもちょっとファンタジーそうじゃないですか。だからそんなものに立派な言葉をつけて価値つけなくていいというか、別にドキュメンタリーじゃなくていいじゃんってまず思ってて、昔のはそのセルとかだったし、その SNS とかもなかった時代はいろんな嘘をちゃんとついてよかったと思うんですよ。都市伝説みたいになるから。でも今こういうふうに女優さんも YouTube で発信してますし発信してできるし、SNS もバリバリできるじゃないですか。で僕みたいなやつもいて現場の裏側みたいなそうやってたりするじゃないですか。そんなもの見せておきながらドキュメンタリーですよ我々はっていうのはおこがましいというか。ちょっと恥ずかしくなってきた。だから言わない方がいいです。俺なんか赤裸々告白とかマジやめとけよと思いますよ。赤裸々もないもんだっていつもだって僕らがいつもやってるし、だからそれぐらいちょっと市民権を得てきてるんですよ。だからそれは素晴らしいことじゃないですか。だから別にそんな裏側なんかでとかドキュメンタリーなんかで勝負しなくていいの。単純にものとしてを撮ってるのってめちゃくちゃおもろいじゃないですか、世界で見ても。だからそれで十分勝負するし戦えばいいのになんかそこの変な嘘ついて付加価値つけて我々はなんかドキュメンタリーガチですみたいなこと言ってるの超ダセえと俺思っちゃいます。俺は絶対そんなくだらない嘘つかないですよね、自分が今やってる作品でもちろん疑似もあるし、それと嘘と本当を混ぜながら作るのがちゃんと錯覚していただいて、お客さんが楽しいもんって言ってもらえるのがいいと思ってるんで、やっぱ本当ですこれはガチですって言ってみたら、もうあら探すんで人は、だったらいやここは嘘ですよって言ってあげた方のが絶対見る側も楽っすよと思っちゃいます。でも別にそれは好みっすよね。ドキュメンタリーっぽいのを否定はしないし、でも今のドキュメンタリーは無理っしょと思っちゃう。僕はねドキュメンタリーある必要ないっしょと思っちゃうかな。わかんないけど。全然だって好きな人もいるし好きじゃない人もいる。だから好きだからそう好きな人がいるからかわいそうなんですよ。じゃなくていや別にあれですよ、見る側の人に対してのあれじゃないですよ。ただ見てる人がこれはドキュメンタリーだと思って見てたのに、いつかドキュメンタリーじゃないって伝わることが絶対あると思うんですよ。それがなんか申し訳ないから俺はもうそもそもそれはやらないって決めてるってだけですよ。だから意外と真摯なんですそこは。嘘つかないんですよ。嘘つかない方が後々楽だろって思ってるんで。ちょっと気になったけど、だいぶ前けどそのいいの作品とは何ですか？女の子がめっちゃはしゃいでる時です。というよりも僕の中のフェチモノの自分でルールを変えたと思ってるんですけど、フェチモノって基本的に例えばこういうスタジオですよね、こういうところで暗いところで女の人が男の人をあなたって責めるもんだったと思うんですよ、フェチモノっていうもの。そこをなんか僕はまずそもそもそんなスタジオに行ったことないと思ったんですよ、自分見てる時に。だから感情移入できないんですよ。なんでまず家とか
自販機の前とか車の中とか、自分が行ったことある場所にまず置き換えて撮ったんですよ。それが感情移入できるものなんじゃないかなと思って、プラスそう女の子が責めたことあんまないんだけどすっげえ楽しかったですって言われたらそれはいい作品なんじゃないですか。そうかも。女の子がめちゃくちゃ楽しんでくれてたらいいかな。それはもう無敵。それだけこだわりは。そこ以外はそんなにこだわりないかもしれないです、僕は。本当？でもなんか照明の使い方とかまあ私一番好きなのは加納うららちゃんと撮ったやつ。はいはいはい。あれ一生素晴らしかった、本当に。っていうか僕多分ディレクションよりも何よりも衣装にこだわるんですよ。だからやっぱ俺今のって嫌いで、やっぱちょっとどうしても、今の地上物って言えばいいのかな、俺めっちゃ洋服大好きなんですよ。そう、ファッション好きで、こんなことキモいですけど、洋服が楽しかったら一日が幸せなんじゃないのって思ってるぐらい洋服が好きなんですよ。素敵。で女の人はやっぱそれでどんだけ顔がそんなに綺麗じゃなかったとしても、身なりをすごく楽しんでくれてたら、すごくなんかそれでめちゃくちゃ可愛い人に見えるし綺麗な人に見えるんですよ。ブスだけどこういう格好したらなんかもっと可愛くなれるとかって言ってるのがなんか素敵だなと思うんです、女性の洋服で。そう洋服とかで。だから女の人ってそれぐらい洋服が変わったりとか、メイクだったり爪が変わることでテンションがすごく上がる生き物じゃないですか。なのに男がするためだけにダッサい服を着させてロマンチックなことを言わせてるのって俺もはや行為だなって思う。だから俺が服好きなんで、めっちゃ自分がダッセーなと思う格好を着てロマンチックなことを言わされるのってもはや罰ゲームなんじゃないのって。でもお前さん今日の格好ダサいなって思う時あるじゃないですか。あの時ってやっぱ俺恥ずかしいと思うんですよ。だから男の子を責めたいっていう気持ちになんかなりづらいやろなって思っちゃうんで、だから僕は地上監督、要するに女の人が動いて男を責めるってもう撮るディレクターなんで、もうとにかく服だけはこだわってます。カメラよりもディレクターよりも何よりも服が一番大事ですね。だからその女の子のやっぱ女性って不思議だなと思うんですけど、自分のことを可愛くしてようとしてくれてる人に多分そんな敵意ないんですよ。多分分かんないけど、俺の勘なんですけど、だから一緒に君がこうしたら可愛くなれるねって朝一キャピキャピはしゃいでたら多分そんなに嫌な気はしないというか、多分楽しい感じでスタート切れるんですよ。それで勝ちなんですよね、その日の撮影が。メイクルーム入った1時間でその日の勝敗は分かるんで、一緒に服選んでてめっちゃこれ似合うねって言った時「本当ですか?」って言ってでキャピキャピした時に「ああ大丈夫だな、今日この子はまず駆け出しのシーンは乗り切れる」なのでここから一緒に楽しくやっていければそれで勝てるって思うんで、そのやっぱ女の子が「あ今日の私可愛いな」って思っている無敵さを多分意外と男性は知らないというか。すごい、そのメイク部屋で分かるってすごい。分かるっていうか、やっぱそこだと川村奈ちゃんもやっぱあの時すごい喜んでたんですよ。可愛いって。そう、ネイルも喜んでて。そうね、可愛いって言ってたんですよ。そうなった時に作品が悪くなるパーセンテージがめちゃくちゃ少ないんですよ。もうテンション上がってる。テンション上がってるんで。あとは僕はもうカメラをちゃんと回すだけなんですよ。あとはもうちゃんとこの格好にはこの顔面が合うとか、この顔面にはこの場所がいいとかっていうのを計算してやるだけなんだとは。だからもう本当女の子がその日一日可愛かったらもう俺の勝ちです。だからそこにもう興味ない人でもいるじゃないですか。洋服全く興味ない。だからどうでもいいでしょ。特に海外の方多分すぐ脱いでそう脱いじゃうじゃないですか。となった時はもう地獄です。拷問。ああどうしよう。これだからその時たまにどうしようってあと衣装とか関係ないんで今日の作品はって言われた時はちょっと辛いです。だからプロデューサーとかにそういう仕事来たら断ってます。僕はそっちちょっとやりたくないですっていうようにしてますね。自分の着てる身なりが自分ですごく気に入ってるっていうのはそれぐらいやっぱ高揚感があるというか、地上物というか小悪魔地上物とか撮る時はそこが本当に大事だっていつも思います。多分初めてそういう監督に言われた。あんまり監督とメイク部屋で会わない。メイクさんと女優さん2人じゃないですか。ガッて行ってどんな格好しようかみたいな話からします。その女優さんの意見も聞いてくれるってすごいと思います。その作品がさらに良くなると思います。聞かない人なんかいるんですか？衣装選んでくださいって聞かれたことない。別に聞かれたことないと思います。太田君とかでもめっちゃこだわりそうな、いつも。でもどれがいいとかじゃない。あとサイズの問題。結構大きいから入れるものでいきましょうか。なるほどね。それはでも入れるも用意するのが最初のあれでしょ。いや本当に痛いティーバッグ M サイズ用意するよく。それもうテンション下がります。そこまで考えてくれてなかったんだって思っちゃうから。そうですよね。だから女の人の気分ってそこ難しいですよね。でも本当に痛い。地上物撮ってる人で衣装出せなって作品見てて衣装出せなって思ったら女の人に優しくないなって思っちゃうんですよ。でこうやって言うと綺麗事みたいかもしれないですけど、でそういうわけじゃなくて、だって女の人に気遣ってないなってことはこの女の人を楽しく動かせれてないってことだと俺は思っちゃうんですよ。これ言うと綺麗事かもしれないですけど、女が笑ってれば世界は平和ですからね、マジで。いやこれは本当にそう思うんですよ。俺やっぱ海外住んでたから言われたんですよ、外人の方に、友達に「日本の人ってバカだよね」って言われて「すぐ女の上に立とうとするよね」って
でも考えてごらんって、家は女のものなんだぜって、女が笑ってれば世界は平和だっていうフランスで。でもその時マジでそうやなと思ったんですよ。名言。名言だと思うし、本当にそう思ったんですよ。確かになって、だって家にいるのはその子だし、奥さんなわけじゃない、彼女でもいいですけど、確かにその人が機嫌よく毎日いてくれてたら、確かに意外と人生ってそんなに不幸せじゃない。例えばお金がなかったとしても、女の人が笑っていれば割と人生ってハッピー。でも思いません？自分が笑ってたら、もちろん、だから別に結局でも男がそう思ってくれたらもっとハッピーになります。女が笑ってれば基本的に人生は無敵だなって思った時に、だから現場で自分の意見とか趣味とか趣向を押し付けようとはあんま思ってないです。この子がなんて言ったら、なんすかそれは変なのって言って笑ってやってくれるかなってことしか考えてないかもしれないです。別にでもそうやって言うとなんか色男みたいな雰囲気出ちゃうんですけど、いやそうではなくて、でも女の人を使わせてもらって撮る以上、やっぱこの子たちが楽しい方のがいいに決まっているというか。いやでも絶対そうですよ。それは無能だって思うディレクターの人、名前は出さないし言わないですけど、やっぱ自分の性域をなんかグッと押し付けて、これやってみたいなことを言う人いるじゃないですか、いっぱい。俺なんて無能なんだって思うんですよ。でこの子がテンション高く男の人楽しいって言ってるエネルギーと、お前の所詮クソ台本が勝ってると思ってんのか、バカかって俺は思っちゃうから、やっぱ変になんか相手を押さえつけるとかこだわりを押し付ける。だから太田君とかもすごいとこって、意外とあいつこだわりめっちゃ強いけど、譲るとこスッと譲るじゃないですか。こだわり多いけど現場めちゃくちゃ楽しいですよね。あとお互い変態だから盛り上がりやすい。そうだから彼はやっぱそこが長けてるというか、あんなになんか変な世界観じゃないですかあれって。でもなんかハッピーに終わってるというか、それってやっぱ相当すごいことだなと思うんですよ。いい監督本当に。俺もそこに結構影響されたし、だから確かに女の人が機嫌よく楽しくやってくれることに勝ることは多分世の中にないみたいな感じぐらいに思うようになってから、ここ最近なんかすごく意識するようになったんです、この1年ぐらい。俺のこだわりよりもこの子たちが、もちろんこだわりはあるしうるさい方なんですよ。でもどっかでスッと割り切れるというか、これ以上こだわったらこの子のテンション下がるなと思ったらバスって切りますね。でもって言っても難しい。その女優さんがたまたまそういうちゃんと頑張り屋でいい子だったから、それがその技が通用する時もあるし、もちろんその女の子によってはやる気ない子もいていいと思うんですよ。まだ綺麗事ですけど、来てくれてることでもういいじゃないですか。こんな美女がビデオカメラの前でとしてくれるってだけで、君はもう世の中に愛を与えてるよって思っちゃうんで、それはもちろん腹も立つ時あるんですけど、まあいっかってまあ頑張ろうみたいな感じで終わらせますね俺は。女の人に腹立たないようになるべくしたいなとは思ってますけどね、いつも。女優さんきっとありがたいと思う。いやでもありがたいっていうか、でもそっちの方が絶対パフォーマンス高いですもんみんな。本当さっきみぎわさん言いましたけど、みぎわさんの現場になったらもう本当もうテンション上がった。その交番もらった時に、その監督でもそれで作品良くなったと思う。カメラ回ってないのに。だからそれは絶対ありますよ。やっぱ相手が仕事です、ルーティンワークで来ました、撮りましょうっていうディレクターよりも、やっぱそれはちゃんと作りますよって言ってる人に撮られた方が、それは女の人はテンション上がるし、それはそうですよね。素晴らしい。日本の性域には実は SM は本当に合ってないからやめた方がいい。素晴らしいマグロっていうのはそこで女の人を楽しませるのが素晴らしいマグロなんですよ。ジュニアさんは監督になりたいですか？なりたい。めっちゃなった方がいいですよ。めっちゃ面白いじゃないですか。明日からやった方がいいですね。明日から